今回は東京エクストリームウォーク2023の秋大会イーストコースを歩いてみました。結構山道をイーストコースを歩くので、ちょっとトイレと、あとは飲み物とかの調達できる場所が心配なので、歩いてみることにしました。大会直前だったんですけれども、準備がしといた方がいいと思って、一旦ちょっと歩いてみて様子を伺うという感じで進めています。駅を過ぎるとあれですね、早速コンビニが見えてきました。コンビニがあるんで、ここでちょっと桜駅から来る人には関係すると思うんですけれども、桜駅から、桜城址公園のところまでって結構30分ぐらい距離かかるんで、ここで用を足したりとかですね、水とかの準備をするのもいいのかなと思います。で、桜城址公園に向かう途中の道の中にも自販機は結構あるんで、もう調達して進めば、特にそんなに心配することはないかなと。あともう一軒コンビニもあるんで、桜駅から向かう人にとっては、コンビニ2軒あるんで、特に、調達物に困るというようなことはないかなと思いますね。で、桜城址公園のところちょっと高台になってるんで、住宅街を過ぎる中でちょっと坂があるというような感じで、坂を登って越えたところに桜城址公園があるというような感じですね。で、桜駅から桜城址公園のところは大きな道路っていうよりかは民家をちょっと突っ切っていくというような形で進んでいきますと。で、民家を突っ切ったところにですね、真形神社があるので、今回もウォーキングの前のお参りということで、真形神社によってお参りをさせていただきました。真形神社のところ、入り口のところにですね、ちょっと奥の方に見えると思うんですけれども、椅子があったりとかですね、ちょっと広いスペースがあるので、準備をして、スタート場所に向かうっていうのにも適しているかなと。早速、せっかく来たので、お参りをして進みたいと思います。無事に歩けますようにとお祈りして、ではじゃあスタート地点の桜城址公園に向かっていきます。自販機がありますね。で、途中歩いていくところにですね、この観光センターとか、これキャンプ場ですかね、キャンプ場のところにもトイレがあるので、思ったよりトイレに困るという感じはないかなと。ちょっとあれですね、自分の好みの飲み物があるという場合は、ちょっと事前準備は必要ですけど、水分補給だけで荷物を減らそうという人にとっては、スタート地点ではあんまり必要ないかなというような感じですね。で、スタート地点に向かっていって、スタート地点の公園の入り口にもトイレがあるので、そうですね、思った以上にトイレに困るってことはないかなと。では早速スタート地点に向かってみますと。スタート地点は本丸なので、緑あふれる広場というような感じです。ではちょっとスタートしてみますと、アーリースタートよりちょっと30分ぐらい早かったんですけれども、早速ちょっと何もないんで出発という形で進んでいっています。で、最初スタートしてったんですけれども、 GPS に頼って歩いていったら、出口のところはいいんですけど、進んでいくとですね、舗装道路があるんで、そのまま行くのかと思ったら GPS を頼っていくと、なんとですね、普通の土の道の方に向かうような感じになってたので、ちょっと GPS に愚直に従って進んでいくと、どんどん山の方に入っていくと、ちょっとこれおかしいんじゃないかということで、携帯を上に上げたり下に上げたりして GPS の位置かなと、そんなことでちょっと変わるようなことはないんですけれども、進んでいくとやっぱりちょっとずれてたんで、舗装道路の方に戻っています。結構こんな5時半ぐらいなんですけど、結構人が歩いてる人がいっぱいいるんで、心強い感じですね。で、出口のところにトイレを過ぎて、自販機を過ぎて曲がっていくと階段があります。
階段を降りて、じゃあ、本当のルートにスタートしていくというような感じになってます。で、階段を降りて、ちょっと池のあるところに向かっています。結構、小田原の方の出発だと、いきなり街中に入るんですけれども、桜の方は、ちょっと公園の中をしばらく歩くというような感じになっています。もう秋なんで結構すがすがしい感じで歩けるんじゃないかと、期待することはできるんじゃないかと思います。で、しばらく歩くと公園を抜けて住宅街に入っていきます。いきなり住宅街ですが、この辺の住宅街はやっぱり歩道がないんで気をつけながら歩いていくしかないかなと。で、ちょっと行くと簡単な歩道があって、旧道ですね。旧道の方を歩いて、京成桜の方に向かっていくような感じになってきます。そうですね。小田原から歩いたときは、こういうトンネルみたいなところあんまなかったんで、ちょっと新鮮な感じですね。で、公園を抜けて駅の近くに行くと、コンビニがあるんで、ここで休憩とかも調達とかもできるんじゃないかと思います。街中なんで途中途中に自販機があるというような感じですね。スタートの地点では特にあんまりそういう困ったようなことになることはないんじゃないかと。だんだん30分ぐらい歩いていくと、街を外れてちょっとあれですね、駅と駅の間の場所になってくるような感じです。で、だんだん緑に包まれた、道路ですね。この辺りは、あれですね、小田原から向かうところは海の近くって感じだったんですけど、イーストコースの方は、あれですね、線路脇っていうような感じで歩いていくような感じになります。歩いていくと結構、京成線が行ったり来たりと、いうところを見ることができます。この辺りはちょっと歩いていくと桜の方から、京成の水ですね、京成水駅の方に、到着します。こちらも駅なんでちょっと簡単な、用を足したりするようなことができるような感じになってます。で、またちょっと歩いていくと駅から離れてちょっと山ですね、山っていうか田舎道を歩くような感じになってきます。歩いてるところは線路際なんで、結構電車の、行き違いというか電車に遭うことが多いですね。この辺り結構こまめにカーブがあったりとか曲がるところがあるので、歩いててもあんまりそうですね、大して疲れるような感じではないですね。そうするとしばらく歩くとまた駅の方に出てきて、大桜駅ですね。ここのところを通過するような感じになります。これ歩いてるうちになんとか合ってる京成線にまで出会います。結構ここまで歩いてくると、もう緑に囲まれた道路を歩くというような感じですね。だいたい
このところでもうだいたい2時間ぐらい、まあ桜駅から出発してるとだいたい2時間ぐらいを経過しているところになります。で、またここも線路際を歩いてきます。今回線路の方はちょっと高台になっているので、ちょっと見上げるようなところに列車が過ぎていくというような感じになっています。で、列車の高架の下をくぐって反対側に移ってまた進んでいくような感じになってきます。今日何回目になるんですかね。京成線にまた会うことができました。まあ見てわかるような感じで結構この辺は何もないです。まあ、何もないところなんですけど、だいたい2、30分で通過してまた駅の反対側に移ると。駅の反対じゃなくて線路の反対側に移りますと。まあちょっとトンネルみたいなところがあるんですけど、ちょっとあれですね、ゼブラ模様だったんで目が回っちゃうような感じで進んでいきました。まあ、しばらく京成線沿いに歩いていくので、まあ何回目になるかもう忘れてしまいましたけど、また京成線に会うようなことになります。で、踏切を渡ってまた線路の反対側に抜けていくような感じになります。踏切が上がったので出発です。で、ここのところ、前回電動自転車で来た時は、まあ、この細い道に入るのは分からず結構まっすぐ行ってしまったんですけど、今回はまあ歩いてるんですぐ分かりましたね。ただまた線路の脇なんで京成線とのまあ競争ではないんですけど、まあ、出会うことができましたと。で、線路脇の道が終わったんで、ちょっとまた方向が変わって山の中に向かうような感じになってます。まあ、ここのところはまだ住宅街がちょこちょこ点在してるんで、あんまりなんだろう、ちょっと精神的に参るような、進んでも進んでも終わらないというような感じがないなと思っていたんですけど、いきなりあれですね、ちょっとした森の周りを歩くようなルートを通るというような感じです。航空写真から見ると、まあそんなキワキワのところを歩いてるだけだよって感じなんですが、実際歩いてみると結構なかなかつかないというような状態になります。まあどんどん歩いてきますと、今回まあ歩くときは音楽を聴きながら歩いてるような感じになってるんですけれども、まあさすがに何にもないんで街の風景を楽しみながらというような感じでは、まあ見てわかるようにないですと。なんでちょっと音楽とか楽しみながら行かないと、まあ足が棒になっちゃうというような感じの印象を受けました。あとあれですね、細いですよね、歩道が。で、さらに縁石みたいのがないんで、
ちょっと歩くときは気をつけて歩かないと、引かれちゃうねというふうに思っています。で、出発からだいたい2時間半ぐらい経って、ちょっと街な感じに開けたなと思ってたんですけど、いざ通り過ぎると、森のキワキワですね。そこをずっと沿って歩くような感じだったですと。しばらくそのキワキワのところを田んぼと山との間ですね。その間をまっすぐ行って、ちょっと高齢の方を拾って、で作業をして、また高齢の方人を下ろして家に帰るというような感じのあれですね、道路の使い方をしているような、ケアハウスの車を見ました。で、歩いていくと、あれですね、恐怖の何もない地域っていうか、田んぼのあぜ道を歩くっていうのは結構大変ですよね。だって延々と目標物がないんですから、結構大変です。で、ここはもう、あれですね、ノリノリな音楽を聴きながら、リズムに合わせて、がむしゃらに向かうというような形で進んでいるような状況ですね。で、左側に見えたのが、あれですね、京成のスカイアクセス線が通る線路ですね。で、しばらく歩いたあぜ道もやっと終わり、ちょっと住宅街の脇を通るような感じになってきました。で、成田スカイアクセス線の高架をくぐって反対側に移ると。で、反対側に移るともういよいよ成田からおさらばというような感じになってきています。まだこの時点で第一チェックポイントが見えるわけでもなくて、まだあれですね、10キロ台にも行ってないので、ここで疲れちゃうとちょっと先が思いやられるというような感じですね。で、今回、あれですね、成田線ですね、もちろん桜の方なんで、成田線のところを通っていくんですけど、スカイアクセス線を通過したら、この成田線の高架ではないんですけど、土手の下を通って、また田んぼのあぜ道を歩くというような状況になっています。この辺りはしばらく、あれですね、トイレないですね。さっきからだいたい1時間ぐらいですね、トイレと自販機に会うことはありませんね。で、またもう終わりかなと思って、そろそろ街に出るのかなと思ったら、またあぜ道ですね。あぜ道っていうか農道ですね。航空地図から見ると大した距離ないんですけど、実際歩いていくとなかなか終わらないというような感じを受けます。で、ちょっとあれですね、キワキワの住宅街のところを通って、いよいよあれですね、ここはチェックポイントの近くですね。電動チャリの時はここ坂道だったんで、さーっと滑っていくように降りていったんですけど、さすがに歩いていくと、滑っていくような感じでは歩けないんで、一生懸命歩くと。で、第一チェックポイントに着くような感じですね。ここは、公園の入り口の入った駐車場のところで、ここにもトイレとかがありますと。で、第一チェックポイントの坂田ヶ池総合公園に到着しましたと。到着しました。ここ来た時、多分本番の時はここで
チェックポイントなので、にぎわってるのかなというような感じを思いを馳せながら、通過していきます。まだあれですね、これ10月の1日で結構暑かったんで、実際本番の時は涼しいといいなと思いながら歩いています。で、出口のところにちょっとトイレはあったんですけど、そこを出るとまたしばらく歩くような感じになります。見た感じ街中ではないというのがわかるとは思いますけれども、しばらくあれですね、山道ってわけではないんですけど、都心の街並みを歩くんではなくて、木々と、住宅街の中を歩いていくというような感じで進んでいきます。で、曲がったところ、ちょっとあれですね、やっぱり千葉のちょっとしたところの道なので、車通りは激しいんですけれども、歩道が狭いというところをしばらく歩いていきます。で、ここで出発からだいたい5時間ぐらいですね、経ったところですと。で、先ほどのチェックポイントのところを過ぎて、第2チェックポイントに向かおうとは思ってたんですけれども、ちょっと距離的にまだ先ですよというところと、チェックポイントのところはですね、前回自転車で行った時に、チェックポイントから次の第3チェックポイントですね、そこまでの間と、チェックポイントから最寄りの駅ですね、そこに行くのにも結構距離があって時間かかったんで、今回はこの第2チェックポイントに行く前に最寄りの駅で今回のトレーニングは終わりにしようと思ってます。なぜ駅の近くでやめたかというと、あれですね、練習がこの後続けられるんだったらその駅からスタートして、本番のコースをちょっと歩いてみようかなと思っています。で、あれですね、くず餅屋さんのとこに、自販機があって、ちょっとここは大会当日にくず餅を買うってこともできるのかなと思ってます。で、しばらく進んで、ちょっとした街を通り過ぎると、またちょっとあれですね、山沿いっていうか、線路沿いっていうか、そういうところを歩いていくような感じになります。今回の動画見てわかるように、わかりにくい曲がり角は、一応歩いてる風景を映して進んでいくような感じになってます。進んでいくような感じで作ってます。で、結構何も風景が変わらないところはかなり早送りしてるんで、当日はちょっとそこは早送りされないので、心構えをして歩いていくしかないかなと。で、何回かあれですね、成田線のところの線路をまたいだりくぐったりして進んでいきます。結構細い道なんで、あれですね、結構後ろからピピッとやられることもありましたと。大会当日は結構歩くんで、人がいっぱいいるんで、あれですね、ちょっと大丈夫なのかなと思いながら進んでいきます。で、5時間経って、5時間じゃないですね、もう6時間経った頃なんですけれども、第2チェックポイントと、第1チェックポイントの間ですね、そこにある小林駅に到着しました。で、小林駅は、あれですね、実際のルートの近くにある駅だったんで、ここで一旦今日のトレーニングは終わりにします。見てわかるように、最初の出だしのところはトイレはいくつかあるんですけれども、コンビニもあるんですけど、
中盤ですね、第一チェックポイントの途中までもあんまりトイレとかコンビニがないんで、ちょっと心構えとか、この動画を参考にしてもらって見てもらえればと思います。自転車で前回行った時は、第1チェックポイントから第2チェックポイント、第3チェックポイントの間がかなり厳しいところだと思います。そこを過ぎるともう50キロ過ぎちゃうんですけど、結構何もないっていうか、山の自然が豊富で、すがすがしく歩けるゾーンがいっぱいありますね。で、小林駅から、成田線で成田駅に向かいます。で、成田駅に向かうと、ちょうど成田エクスプレスがやってきたんで、ちょっとじっくり見ちゃいましたね。今日の、トレーニングは終わりにするんで、成田から千葉の方に、普通の快速に乗って戻ろうと思います。こんな思想動画ではあるんですけれども、お付き合いいただきありがとうございました。興味がありましたらチャンネル登録をお願いします。